お手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。ハッシュタグお手紙ヤギの編み会は、編み物をしながら気の向くままにおしゃべりをするという編み会のようなスタイルの動画です。皆さんもお茶とおやつと編みかけを用意して、編み物の時間を一緒に過ごしましょう。それでは始めます。色展開があるという。で、どっちにしようかなと思って、こんな感じ。かわいいですよね。今日の主な話題は、先日素材博に行ってきたので、そこで購入したものとか、あと素材博のお店つながりでお取り寄せしたスイーツ、今もう見えてるんですけど、これの話とかをしていこうと思います。ということで、今日編んでいるものは、この間1個前のお手紙ヤギの編み会動画で糸巻きをしながらお話をしていたと思うんですけど、その巻いていた糸玉を使って、この前もこれ紹介したんですけど、ローアンの糸で編むニットという本の中に載っている、シースルーという野口智子さんのデザインのプルオーバーを編んでいます。で、今は後ろ身ごろを編んでいる途中なんですけど、こういう、前身ごろと後ろ身ごろを別々に編んで閉じはぎするタイプなんですけど、こういうのってあれですよね。セオリー的に、初めに後ろ身ごろを編んで、次に前身ごろっていう順番だと思うんですけど、ちょっと私、間違えて後ろ身ごろを編むつもりで編んでたのが間違えて前身ごろ編んじゃったので、もうすでに前身ごろは完成してるんですね。こんな感じ。わかりますかね？ちょっと見えづらくてごめんなさい。でも逆光だと結構シースルーの感じわかりますね。こんな感じに編めていて、これ実はパターンよりもちょっと長くしてるんですよ。なんかゲージを取った時に段数がちょっと詰まり気味になっちゃっているので、なのでパターン通りの段数で編むと結構短くなっちゃって、本当ならここまでなんですね。これだと短すぎるなと思ったので、この一模様分増やしたんですね。で、こんな感じになっています。で、これね、2024年の編み物の計画っていうこちらの動画でもご紹介したパターンなんですけど、その時に私ちょっと間違えたことを言っちゃってて、裾に前後差があるって言ってたと思うんですけど、それ間違いでした。写真で見ると前後差があるように見えたんですけど、実は前後差なくて、裾はまっすぐだったんですね。なんですけど、なんか私その前後差いいなって思っちゃってたので、もうないなら作ろう前後差っていう秀吉的なマインドでアレンジを加えて裾に前後差を作ることにしました。なので今編み始めてる後ろ身ごろはこのね、このシースルーのブロック1個分の段数を増やしました。そんな感じに進んでいます。で、これは、このね、工業紙のモヘアを1本取りのところと2本取りのところとで分けて、こんな風なシースルーの模様を作っているんですけど、パターンだと、このシースルーのところの1本取りの糸と、シースルーじゃないこの2本取りのところの
糸は全く別のものを使っているんですね。なんですけど、私は1本取りのところはこれ1本で、2本取りのところはこれとこれの2本取りにしているので、なのでインターシャといってもこのシースルーのところとシースルーじゃないところが全く別々になるんじゃなくて、この緑色の糸の方だけはずっと続いていく感じなので、結構インターシャ初心者の私でも綺麗な感じに編めてるんじゃないかなと思っています。でもやっぱりね、インターシャの糸玉の扱いが結構難しくて、編み込み用のボビンっていうものがあるんですよね。インターシャよくやるっていう方はご存知だと思うんですけど、それを買おうかなって思って編み始める前にちょこっとネットストアをチェックしたりしたんですけど、私そんなにインターシャの編み物って今までしたことないし、これからもそんなにするかどうかわからないので、1回しか使わないかもしれないものを買うのがちょっともったいなく感じて、家にあるもので何とかしようかなって思ったんですよ。で、いろいろ考えてみた結果、今どんなことになっているかというと、すごい全然映えない見た目なんですけど、こんな感じになっています。缶の中に全部のインターシャの糸玉が入っていて、それぞれこれね、このね、ストッキングの短い靴下みたいな感じのやつ、これがうちにいっぱいあって、これ私会社勤めしてる時に結構パンツスタイルが多かったので、こういう足首までのタイプのストッキングすごい重宝してて、いっぱいストックを持ってたんですよ。なのでこれで一個一個くるんで絡まないようにしてやっています。これ皆さんどういう感じに扱ってるのかなっていうのを私聞いてみたいんですけど、はじめこの一個一個くるんだやつを缶に入れずにそのままこう一個一個こうね置いてある状態でやってみたら、この糸がやっぱりコロコロ転がっちゃってうまくいかなかったんですよ。で、全部動かないように固定する必要があるなと思って、最終的にこういう状態になったんですけど、やっぱり皆さん市販の編み込み用のボビンを使っていらっしゃるのかな。もし使ってる方がいらっしゃったら、なんか使い心地とかどんな感じなのか気になるので教えてくださったら嬉しいです。ということで、冒頭でもお話ししたんですけど、素材博っていうイベントに行ってきました。前にね、こちらの動画でも一度、編み物関係のイベントまとめみたいな感じでいくつかイベントをご紹介した中で、素材博も紹介したことがあるんですけど、1年に何度か開催されていて、この間の2月1日から2月3日の3日間、横浜で2024冬の会が開催されたんですね。で、私はそれの最終日の2月3日に行ってきたんですけど、どんなイベントかっていうのをさらっとご紹介しておくと、正式名称が素材博覧会というイベントで、編み物関係だけじゃなくて、いろんなハンドメイド、例えば
ソーイングとかビーズクラフトとか、そういう、あらゆるハンドメイドの素材が集まっている、布とか糸とかビーズとかメタルパーツとかクラフトの材料がまるっと集まっているマーケットのイベントなんですけど、私はいつもそれにね行くときは、編み物に使うステッチマーカーを手作りするのが好きなので、そのステッチマーカーの材料をお目当てにいつも行ってるんですけど、今回はそれだけじゃなくて、編もうと思っているカーディガンに合わせるボタンとか、あと最近手編みのセーターにアクセサリーを手作りしてコーディネートしたいなっていう風に思っているので、アクセサリーの材料であったり、あとは今回は編み物関係の毛糸屋さんとかが結構多めだったので、季節的なものなのか毛糸屋さんがいつもより多めな感じがしたので、それも楽しみにしながら行ってきました。で、購入したものをご紹介しようと思うんですけど、いっぱいあるので何個あるかわからないけど、まずはこちら、これケイトさんっていう 100% ベビーアルパカの毛糸を専門に扱う毛糸屋さんで、買ってきました。この糸が超極細ベビーアルパカ 100% 毛糸ということで、番手が2/28っていうことで、14番手ぐらいのシルクモヘアみたいな感じの細い糸ですね。で、これが100g1400m あります。この参考までに記載されている標準ゲージが70段44目っていう、すっごい鬼ゲージですよね、これ。っていうことは多分市販されているモヘアよりももっと細い感じなのかな。で、色がこのマンダリンという色ですね。これがちょっと木調のオレンジ色って感じですね。で、後で調べたんですけど、素材のベビーアルパカ 100% っていうのが、若い野種っていうアルパカのベビーアルパカ 100% っていうことです。これ見つけた時すごいテンション上がって即決だったんですけど、なぜかというとね、これなんですよ。2024年の編み物の計画という動画でお話ししたことがあったんですけど、このチャティヤーンさんのシルキー薬シングルスはモヘアの糸と引き揃えてカミラ・バットさんのフィールドセーターを編みたいですって言ってたんですけど、で手持ちのモヘアはちょっと色味が違う色しかなかったので、もっと合う色味のを探して買ってきてもいいかなっていう風に言ってたんですけど、すごくないですか、このバッチリ具合。めちゃくちゃ色味が合ってるやつが見つかったので、ようやくフィールドセーターキャストオンできるなと思ってめっちゃテンション上がりました。でこれまだちゃんとなんか確かめてないんですけど、手触りとかテクスチャーどんな感じかなというと、ちょっと見えづらいですね。わかりづらいけどこんな感じですね。モヘアよりはそんなに起毛はしてないけど、店頭でサンプル品とかいっぱい置いてあったので触らせてもらったら、めちゃくちゃ柔らかくて気持ちいい編み地になっていたので、編むのが楽しみです。こんな感じで、ちなみにこのケイトさんっていう
糸屋さんはね、パンフレットをもらったんですけど、全部アルパカ 100% の糸で、太さが3種類ぐらい用意されているんですね。で、私は一番細い超極細っていうこの2/28番手のものを購入してきたんですけど、これの他に極細っていうこれは2/16番手なので、これがだいたい市販のシルクモヘアとかと一緒ぐらいの太さなのかなと思います。で、そのさらにもっと太いバージョンの波太っていう、これが4/8番手だから、どんぐらい？ DK ぐらいかなの太さ。この3種類の展開で、それでこんな感じでめちゃくちゃいっぱい色展開があるという感じのお品物を売っているお店っていうことでした。で、ケイトさんでこの糸を買いましたというのが1点目でした。で、2つ目に紹介したいのが、これですね。ボタン。このクススさんっていうお店で、こちらのお店がヴィンテージのボタンをいっぱい扱っているお店みたいなんですけど、そこでこの2種類のボタン、シェルボタンです。両方ともシェルボタンなんですけど、2種類ボタンを購入してきました。これは、これも2024年の編み物の計画の動画の中で編みたいですって言っていたプチニットさんのシャンパンカーディガンに合わせたいボタンの候補として2種類買ってきました。これボタン選びはめちゃくちゃ迷ったんですよ。っていうのも素材箔って結構ボタン売ってるお店がいっぱいあるんですね。で、種類もいっぱいあって、クススさん、このクススさんみたいな海外ヴィンテージのボタンを扱っているお店だとか、あと国内の店じまいした手芸店から買い取ったようなレトロな雰囲気のボタンとか、あとチェコガラスのすごい繊細な模様が彫られてるようなボタンとかめちゃくちゃいっぱいあるので、本当に迷いに迷ったんですけど、最終的にこの2種類のボタンを買ってきました。これが一つが、ちょっと出してみよう。この一つが黒蝶貝のボタンで、23ミリのサイズのボタンですね。で、もう一つが、これもシェルボタンなんですけど、こういう、これは20ミリで、真ん中になんかゴールドのコーティングというか装飾が入っているボタンですね。この2つでめちゃくちゃ迷ったんですよ。シャンパンカーディガンを編もうと思って、こういうね、黒い毛足の長いモケモケの糸で編もうと思ってスワッチを編んだんですけど、どっちが合うかなと思って、ちょっと見づらいか。こんな感じでどっちにしようかなと思って決めきれずに、とりあえず2種類買って家で確かめてみようと思って両方買ってきたんですけど、どうですかね。やっぱり同系色の方が合うかな。でもこっちも捨てがたい。どっちがいいだろう。これはまだパターンを買ってないのでゆっくり考えてみようと思います。で、次にご紹介するのが、セーターに、手編みのセーターに合わせようと思って、いろいろアクセサリーを作りたくて、いっぱい
ビーズとかパーツを買ってきてパーツを買ったんですけど、すでにちょっとこんな風にもう作ってみたんですけど、こんな感じ。3つほど作ってみたんですけど、3つじゃない。今してるこれもそうですね。これも全部素材箔でいろんなお店で買ってきたパーツをつないで完成品にしたもので、これはチェーンとこういう馬蹄のチャームなんですけど、これはこの千住チャームさんっていう日本製の真鍮のアクセサリーパーツを専門に扱っている業者さんみたいです。老舗のアクセサリーパーツ屋さんですね。そこでこの馬蹄のチャームいいなと思って、でこういうゴールドのパーツって結構微妙に色味が違ったりするので、色味合わせたいなと思ってこのチェーンも一緒に購入してみました。これがこんな感じです。かわいいですよね。こんな感じですね。で、このハートのこハート型のチャームはこれはこのそわそわマルシェさんっていうお店で買った、これはなんだろう、これと一緒になってたんですけど、これは飲みの市みたいなところで買い付けてきたようなものなのかなと思います。若干なんだろう、ヴィンテージみたいな雰囲気がありますよね。で、こういうハート型のチャームのネックレス欲しいなって思っていたので、この厚みとかも結構自分で思い描いてた理想にぴったりだったので、これ結構お安かったんですよね。350円だったのでいいんじゃないかなと思ってこれも購入してみました。こんな感じです。ちょっとつけてみようかな。こんな感じです。で、次はこれなんですけど、これはいろんなパーツ屋さんで買い集めたのを組み合わせて作っています。淡水パールと、あとこれは素材がなんだかわからないけど、いろんな色のビーズと、この民族風の真鍮かな？真鍮のトゲトゲしたパーツ、それぞれ別のお店で買ってきてつなげたんですけど、確かこの淡水パールがビートレードさんっていうお店で、このビーズはアニさんっていうこんな武骨な事務封筒みたいなのに入れて渡してくれたんですけど、こういうね、大袋で売っていて、この大袋いろんな種類がある中でどれでも好きなの2つ選んで1100円っていうすごいお買い得なお店だったので、これ購入して、まだ全然半分も使ってないけど、こんな感じにつなげて可愛くできました。で、このなんかトゲトゲしたパーツは、これは棒釣り093っていう、ちょっとテロップ出しときますね。こちらのお名前のお店で購入したパーツなんですけど、このお店はチベットとかヒマラヤの方から集めたっていう世界中のアンティークビーズを扱うお店なんだそうで、私このお店大好きなんですよね。なんかいろんな面白いビーズが置いてあるので、毎回ワクワクして楽しみにしているお店です。
でつけてみるとこんな感じになりました。可愛いですよね。自分で作って言うのもなんですけど。で最後これがこのパーツ、星型のパーツ、これ備前焼のパーツ屋さんで買ったものなんですけど、土色風星さんっていうお店で買ってきた、こんな見えるかな、星型のパーツなんですけど、他にもなんか細々と小さいパーツがいっぱい置いてあって、ここのお店も楽しみにしてたお店の一つなんですけど、ここでは他にもいろいろ買ったんですね。ここのお店で買ったものは全部ステッチマーカーにしようと思って、こんな感じでもうすでにいっぱい作っちゃいました。ちょっと他のもいろいろ混じっちゃってるんですけど、これとかキューブ状のパーツで作ったステッチマーカー。こっちもこの茶色っぽいのがそうですね。ちょっと出してみようかな。こんな感じです。これワックスコードでこの輪っかの部分は作ってるんですけど、こんな感じで作ってみました。可愛いですよね。自分で言うのもなんだけど。これ私いつも金属製のココニッツさんっていうお店のステッチマーカー愛用してるんですけど、たまになんか竹製の針とかだとステッチマーカーの方が硬すぎて針が傷ついちゃう気がして、使うのに気を使う時があって、なのでワックスコードだったら全然気を使わずにガシガシ使えるかなと思ってちょっと手作りしてみました。こんな感じ。ということで、なんか話結構長くなっちゃってるかなと思うんですけど、素材箔で購入したものはこんな感じでした。でね、このお菓子の話をしたいんですよ。これ、ビスコッティなんですけど、素材箔のつながりでお取り寄せしたスイーツなんですけど、このお話をちょっとしたいなと思っていて、ちょっと一回お茶を飲みます。このお菓子を取り寄せするまでにちょっとしたストーリーがあるんですよ。さっきステッチマーカー作りましたっていう、このキューブ状のパーツを買った土色風星さんっていうお店でね、去年の2023年の秋に開催された素材箔に行った時に初めて土色風星さんのお店を知って、備前焼のパーツめちゃめちゃ可愛くて、その時もたくさん買ってきたんですけど、その時にね、おまけでこのビスコッティをいただいたんですよ。お家に帰ってこのビスコッティを食べたら、うまってなってなんだこのビスコッティはってなったんですよ。家の近くで買えないかなと思って探してみたんですけど、ビスコッティってなかなか売ってないんですね。で、見つからなくて、結局じゃあ、このいただいたビスコッティのお店を調べて取り寄せたいなって思ったんですよ。で、調べてみたら、どうやら、障害者の方の自立支援みたいな感じの施設で作っているお菓子だったみたいで、その販売店とかでオンラインで売ってたりはしなかったんですね。なので、これは現地に行って買うしかないんだなってその時思って、
うわ、すごい残念だけど、いつか旅行とか行って買いに行こうって思ったんですよね。なんかそんな感じですごく記憶に残って、また食べたいなってずっと思ってたんですけど、それで先日の2月3日の素材博に行ってきた時に、また土食風星さんのお店に行って、実はおまけでいただいたお菓子がすっごい美味しくて気に入って取り寄せしたかったんだけど、オンラインストアとかないみたいなんですよねっていうようなお話をちょっとしたら、お店の方がじゃあそこの販売店はインスタグラムのアカウントを持っているので、そっちに DM してみたら対応してくれるかもしれませんよっていう風に教えていただいて、そうなんだと思って、もしかしたら取り寄せできるのかなと思って、そのお店のインスタグラムの方に DM してみたんですね。そしたらその次の日ぐらいにすぐ連絡があって、そのお菓子を製造してる事業所の方につないでくれたんですよ。で、その担当の方に聞いてみたら、じゃあ送りますっていうことで、実際に送ってもらうことができたんですよ。で、せっかくなので10個セット買いました。で、早速いただいているということなんですけど、これがこんな感じのビスコッティで、プレーンとチョコレート味が2個セットになっているんですけど、これがすごい美味しくて、もう現地まで足を運ばないと手に入らないって思っていたので、送ってもらうことができて本当に嬉しいんですよ。本当だったらもっと30個ぐらい一気に買いたかったんですけど、賞味期限があんまり添加物を使用してないっていうことで、賞味期限がそんなに長くないので、今回は10個ということにしましたけど、絶対またリピートしようと思っています。送っていただいて、一緒に手書きのね、丁寧なお手紙までつけてくださって、すごい嬉しかったです。っていう感じのお話でした。はい。ということで、今日も全然編み物進められなかったし、取り留めもないお話になりましたが、楽しんでいただけてたら何よりです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。